佐伯敏子さん、当時26歳、入試被爆です。子供を預けていた安古市の実家に帰っていて無事でした。8月6日の午後から広島市内に入り、それから毎日のように肉親を探し歩きました。佐伯さんは両親を含め13人の親類を原爆で失いました。家の前の左の山の方からね、飛行機がこう飛んでくるんですよね。おかしい、今頃飛行機が飛びよる。よく見たら敵の飛行機 B29なんです。おかしいおかしい、肘山から高射砲も撃たない、どうしたんだろう思ってたらね、その飛行機がこう見えなくなったの。見えなくなったと思ったら、また同じ方向から飛行機がこう飛んできましてね。それもやっぱりおかしい、どうしたんだろうどうしたんだろうと見ていたら、何とも言えない光がピカッとしたかと思ったらね、熱いものが私をふわっと襲ってきたような気がしました。暑かった。だから地べたで暑いって地べたへ伏せて、もう子供のことも忘れてね。そしたら大きな音がしたかと思ったら、障子は飛んでくる、襖は飛んでくるね。何が起こったんだろう思って家の中こう見てみると、片方は天井がぶら下がり、片方は天井が落ちて、姉の子と私の子が下敷きになってたんです。だからそれを見た時はもう広島がやられたと思いましてね。姉さん、はよ弁当作ってちょうだい、みんな助けに帰るから。もう燃えるものが落ちてくるいうことは山火事になるかもわからないわけでしょ。そうこうするうちに弁当がね、弁当ができた頃にね、雨が降り出した。この雨はね、嬉しい雨だった私は。でバス通りに出た時に50、60人の人間がね、資料館の人形どころじゃないの。本当にね、助け合いながら逃げてきてるの。だから私は大きな声で「どこがやられたんですか、広島のどこがやられたんですか、教えてください」って叫んだらね、どの人も「やられたやられた、広島がひどいことをやられたよ」みんなそれしか教えてくれないわけよね。一生懸命走ったんです。一生懸命走って行きよるとね、一人の真っ裸の男がトタンをこう頭にかづいてね、顔を隠すように逃げてきてる。裸の男を見たらいけん思って背中向けてたら、男が向こうに行ったから走ればいいのに、なぜなのかね、私はこの男を追っかけていってね「ちょっと待ってください」って呼び止めたんです。そして「広島のどこがやられたんですか」って尋ねたらね、その男がトタンを脱げて私の前に来てじーっと見るんです、私を。そして私に向かって「お前は敏子じゃないか」言うんです。敏子ですよね。誰だったんですか？で私はすぐわからないの。顔が膨らんでね、目がこう開いとるか開いてないかわからない。そしたら「俺だ俺だ俺だよ敏子、わからんのか」言われてね、やっと兄さんいるだから、2番目の兄さんだ。ひどい怪我しとりました。全身焼けてました。それでね、その姿どうしたのって言うとね、炎の中一生懸命ね入れたんだと教えてくれました。そして母さんは3階に自分を起こして3階上がったから、音とともにどっかに吹き飛ばされただろうから、もう死んだと思えと言いましたよね。そしてやっと広島の町にたどり着いたのが、やっぱりもう12時過ぎてましたよね。どんな感じでした？恋の町はもうぞろぞろ人が逃げて、小学校に逃げていましたからね。だから小学校にたどり着いた時はもう廊下も至る所が皆うめき声、泣き声ね、叫び声もあったり、そして元気でこう動いてる人は治療しとる人じゃなくて、死んだ人をね抱え出してるんですね。だから顔を見ただけじゃ肉親がわからないから、衣類を見て回るんですね、焼け残ってるの。だからどこにもおりませんでしたよね。そして運動場に出た時に4か所ほどね死体の山ができていました。その前に立った時にね、この中にもしか
私を愛してくれた肉親がいたとしたらどうやって探してやりゃいいんだろうね。教室の中はまたげたり時には踏んづけてでも探すことができたけど、あの山ほど積まれた怪我人死体をね、怪我をした死体をこっち持っていくしかないわけでしょ、探すいうと。そんなことできやしないしね。切ない思いをしましたよ。人間だけじゃないですよ。それはまだ鳥なんかがかけていないけどもね、鳥も猫も犬もいたんですよ。ただこれは牛だけをあれだけども、もう本当に言葉で言えるようなものじゃないのね。やっぱり人間と同じように半焼けもいたし、大きく膨れ上がった馬もいたしね。だから全てのものがね、姿を変えられていたということなのね。早紀さんはその肉親の方をどのぐらい探しましたですか？あのね、6日の日とそれから7日ですね。8日はね大空襲があると言われるので8日だけは出ませんでした。それから15日の日とね、その他はほとんど出ました。毎日。はい。まあね、母さんも随分探したけども長いこと分かりませんでした。そしてやっと分かった時はね、義理の兄さんが広島に出て、そして9月の6日「おい母さんの子はみんな集まれ」言うから行ってみたら、ご飯を食べるねテーブルの上このぐらいの風呂敷包みが置かれていたんです。それで兄さんが「とし子は毎日母さんを探し歩いたんだからお前の手で母さんを出してやれ」というもんだから、つい私もその気になってね、ほどいたらバラバラのお骨がこのぐらいあると思っていたのに、転げ出たものはこっから上の半焼けの頭だったんですね。目もない鼻もないね。わずかばかり後ろに肉がくっついていて、それに髪もあってね、でそれにくっついていたのが眼鏡です。今資料館の出口のところで、何かを叫んで訴えてくれてると思います。兄様も亡くなられた。兄もね、これは母の半焼けの頭を見てからね、変なこと言うようになりましてね、俺の全てのこの毛穴をね真っ白い布でこうくくってくれ言うんです。なぜなのというと、体の中に入っとる放射能をね出す実験をするんだから、ウラニウム出す実験をするんだから、毛穴を全てこの目とね口だけ、鼻の穴も全部つぶってくれというんです。それで実験に入る前に砂糖水をね一杯いうことで飲ましてもらったんです。そしたらもうね鼻から出たり口から出て飲んどる状態じゃないんですね。そしてもう支度ができたから、これから大事な実験に入るから、自分が助けてくれ、誰か来てくれって叫ぶまでは誰も来るなよ、みんな遠くへ逃げてくれと言うんですね。それでまたしばらく経ってね、また覗いてみたら、もう白いものみんなのけて真っ裸でね、隅っこの方に転げてるんです。死んだんか思って私は窓叩いて「兄さん死んじゃダメよ、強く生きなきゃ」ってどんどん叩いたらね、兄さん起きて座ってね、実験は不成功に終わった、残念だと言って泣くんですね、大きな声で。だから私もね、実験なんか不成功に終わったっていいじゃない、泣かんでもいいじゃない言うと、兄さんがね「バカだれ、実験に成功したら一番にお前を助けてやろう思うたのに、広島の人もみんな助けてあげられたのに、俺の姿を見てみろ」言うんですね。どうもなってないのに兄さんは大男になったから、この天井にね穴を開けてくれ言うんです。立つこともできんからね。恐ろしい爆弾を落とされてからというものは、兄弟の心すらもねズタズタに引き裂いてしまったということ。だから戦争はね、物を壊し人間を殺し傷つけるだけじゃなくって、人間の心までもねズタズタにしていくものが戦争というものだということですよね。そのことを私は
いろんな仕打ちの中で学ぶこともできました。佐々木さん、その後ですね、はい、体に何か変調をきたしたようなことありました？はい、まあいろんなことがありましたよね。8月の終わり頃から20あれが7、8日じゃなかったですか。髪の毛は抜ける、血は吐くね、歯はこうボロボロ抜けてくる、熱は40度ぐらい出ました。そういう状態が。とにかく戦争というものはかっこいいものは何にもないということですよ。勝ったところで負けたところでね、虚しさだけ、怒りだけ、それを背負って生きていくのが被爆者でありね、そして体の中にどれだけ生えとるかわからない放射能の不安ですね。怯えながら生きていくのが被爆者ということ。何度か死んだ方が良かったんじゃないかないうこともあったけども、いやいや、あの人たちの分も生きていかなきゃ、何のために私が助かったんだろうとかね。だから語ることが二度と戦争を起こさないことでもあるし、忘れられてたまるか。私たちが信じていたものは何にも信じられないものとひっくり返ってしまったということの、誰に怒りをぶつけていいかもわからない。ただただ自分に怒りをぶつけるしかないわけですよね。その中であの広島の生き地獄の中を這いずり回って、みんな泣き叫ぶ声、声にならない声を見つめた時に、絶対にこの目にあってはいけないということを学んだということですね。だから繰り返し同じことをしつこくこだわり続けているんです。佐伯敏子さんの証言でした。